皆さんこんにちは。ペンギンジャパニーズのポッドキャストにお越しいただきありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している方に向けて、自然な日本語を聞きながら簡単に学べるようにお話ししているポッドキャストです。教科書の勉強に疲れちゃったなんていう時に、ぜひこのポッドキャストを聞きながら日本語の学習に役立ててみてください。突然ですが、皆さんは海外に行ったことがありますか？お仕事でも旅行でも行ったことありますか？さて、今回のテーマは初めての海外旅行です。私は初めて海外に行ったのは新婚旅行の時でした。行き先はオーストラリアです。どうしてオーストラリアにしたのかというと、日本が寒くなる11月頃だったので、暖かい国に行きたかったからです。それからオーストラリアは安全で自然がとっても綺麗だよと聞いていたので、前から行ってみたいと思っていました。そしてやっぱりコアラを抱いてみたかったんです。その頃私は英語があまり話せなかったんですが、せっかくだから頑張って英語で話してみようと思って出発しました。私の家の近くには成田空港があります。そこから飛行機に乗って10時間くらいでブリスベン空港に着きました。空港に着くとすぐに入国審査のカウンターがありました。もうドキドキです。生まれて初めての本当の英会話です。いざ職員の方が英語で話しかけてきても、結局全然わかりませんでした。でも旅行の前にガイドブックで練習した英語を思い出して少しだけ話してみました。すると職員の人は笑いながらゆっくり話してくれました。その時、通じたかもと思ってちょっと嬉しくなりました。初めて話す時には勇気がいりましたが、伝わるとやっぱり嬉しいですよね。オーストラリアではいろいろなことをしてみました。まず初めにしたことは買い物です。初めて入ったお店はコンビニでした。正しくはコンビニエンスストアです。日本では短くしてコンビニと言っています。で、私はそこでなぜか歯磨き粉を買いました。なので海外で初めてした買い物は歯磨き粉でした。その後、ゴールドコーストに行ってナイトマーケットへ出かけてみたり、オージービーフを食べてみたりしました。ナイトマーケットではいろんなジャーキーが売っていて、私はワニの肉のジャーキーとカンガルーのジャーキーを買いました。味はすごく美味しかったのですが、とっても硬かったです。オージービーフは日本のものと少し違っていて、すごく大きくてびっくりしました。でも味はやっぱりとっても美味しかったです。2日後にはケアンズに行ってキュランダ鉄道に乗ったり、ヘリコプターに乗ってハミルトン島にも行きました。そこでは海に潜りながら魚を見るシュノーケリングにも挑戦してみました。その後はスーパーマーケットに行ってお菓子やお酒を買ったり、夜の6時頃には海の近くを歩きながら夕食のレストランを探したり、お土産を買うためにお店に寄ったりしました。今でもそこで買った T シャツは大事に着ています。1週間近くオーストラリアを旅行して、本当にいろんな体験をして楽しみました。海外旅行でおすすめなのは、旅行先から自分宛てに手紙を出してみることです。旅の思い出を書いて、現地の郵便局からポストカードを出すんです。
そのポストカードに日付や場所を書いておけば、後でそのカードを見たときに、この時こんなことがあったなと思い出せますよ。その時は現地の風景の写真などが載っているポストカードに書いてみるのがおすすめです。そんな楽しい旅行はあっという間に終わってしまって、本当は帰りたくなかったんですが、帰ってきた時はすぐにまたいろんな国に行ってみたいと思いました。いろんな国の人や食べ物、街の様子を見てみたいです。そしてもっといろんな国の言葉を話せるようになれたらいいなと思っています。それくらいオーストラリアの旅行は最高でした。皆さんはどうですか？行ってみたい国ありますか？ぜひ一緒に日本語を勉強して日本にも遊びに来てください。待ってますよ。はい、今回はここまでです。今回は初めての海外旅行についてお話ししました。ペンギンジャパニーズのポッドキャストでは YouTube で日本語のスクリプトを紹介しています。よろしければそちらも見てくださいね。また次のエピソードでお会いしましょう。それではまたね。